ブルベジェンの原です。本日もオンラインストアにアップされた商品をご紹介いたします。金額、サイズ、状態のお問い合わせの方は、ブルベジェンウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が12月26日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているので、そちらの方をチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。チャンピオン T シャツですね。80年代トリコタグでサイズ表記は XL です。88ボディの方ですね。グレーの霜降りボディにこちらはラバープリントで3段入っております。程度としてこちらの方にちょっと穴が開いてはいるんですが、ちょっと雰囲気だと思っていただきたいところかなと。この辺にもちらほらあります。サイズが XL というところもあるので、僕でかなりゆったり着れるようなサイズ感になっております。こちらでもお値段の方が7800円に消費税になっております。続いてもチャンピオン T シャツですね。タグはこちらも80年代のトリコタグ、サイズ表記は XL で、こちら 100% コットンのボディですね。エンジボディにハーバードのプリントです。こちらラバーのプリントですね。エンジボディっていうところはハーバードらしくてすごくいいかなと思います。程度も若干の色焼きとかあったりしますが、この辺ですね、少しあったりはしますが、特に目立ったダメージは見られないです。でサイズ表記も XL っていうところで、こちらも僕は余裕を持って着れるようないいサイズ感になっております。こちらの方もお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオン T ですね。70年代バータグのボディでミディアム表記、こちら50、50のボディです。リンガー T のボディですね。白ボディに黄色の縁取りがされております。プリントはスヌーピーのプリントです。可愛いですね。人気もあるところだと思います。うっすらですが、こういったところに少しシミだったりはあったり残ってはいますが、ダメージというダメージは特に見られないです。でサイズもミディアム表記というところなので、ちょっと僕だと正直幅がちょっとピタッとなるサイズ感ではありますが、着れる方にはすごくおすすめです。お値段の方がこちらも7800円に消費税になります。続いてこちらがナイキの T シャツですね。80年代コンタグのタグがついていて L 表記になっております。でグレーボディのフットボールに近いような形ですね。袖のみにラバーでプリントが入っているタイプです。こちらもダメージは特に見られなくていい状態かなと思います。でサイズが L 表記というところなので、ちょっと年代古めっていうのもあるので、僕だとちょっとピタッというジャストサイズになりますが、この辺人気があるところです。お値段の方ですね。こちらも7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですが、タグはちょっとすみません、こちらも印字がほぼ見えない状態になっております。白ボディにポケティでこちらにワンポイント、これでお気づきの方も多いと思います。背中にこちらバナリパのプリントですね、入っております。こちらも非常にいい状態かなと思います。サイズ表記あるとすると、L 表記は最低でもあるかなっていうサイズですね。僕でもゆったり着れるようなサイズ感です。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがこちら BVD のタグがついていて、サイズ表記は XL です。60年代頃のボディですかね。で白ボディにポケティなんですが、このネクタイのプリントがされております。可愛いですね。でこちらに関しても特にひどいダメージなどは見られないです。こういった細かい小穴とかはあったりするんですが、全然許容範囲ないかなと思います。プラスサイズも XL というところが嬉しいですね。年代が古いボディではありますが、全然僕でもゆったり着れるようなサイズ感です。こちらの方もお値段7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがこちらリーバイスのタグがついております。サイズ表記はミディアムの表記ですね。でこちらオールオーバーでプリントされているものになるんですが、フォトですね、かなりいい面だと思います。裏面は無地のタイプです。で物としてこちらはデッドストックの状態になっております。水が通っていない状態ですね。それもあってミディアム表記ですが、僕でもかなりゆったり着れる、現状だとゆったり着れるサイズ感です。乾燥機に入れない限りはそこまで縮みも出ないかなと思います。こちらお値段の方が19800円に消費税になります。続いてシャツですね。こちらタグの方がビッグマックのタグがついております。サイズ表記がこちらサイドの方ですね。XL17 から17ハーフの表記になっております。でシャンブレの状態もめちゃめちゃいいです。ほんと数回洗われたぐらいなのかなって思わせるような状態ですね。でサイズも XL っていうところで、かなり僕もゆとりを持って着れる、かなり幅が大きいサイズ感ですね。今ちょうどいいんじゃないでしょうか。
こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてセーターを紹介します。こちらのセータータグがめちゃめちゃいいんですよね。こちらのセーターになっていて、タグがこちらヘラクレスのものになっております。でオールウール 100% ウールのボディですねになっていて、ミリタリーの A2 セーターを彷彿させるような作りになっております。で程度としてもかなりいい状態ですね。特に虫食いとかも見られず、内側にもこういったタグとかも残っていて、すごくいい状態です。でただサイズですね、ちょっと小さめのボディにはなります。36から38ぐらいの感じだと思いますね。僕だとちょっと着用正直難しいサイズ感にはなりますが、小柄な男性すごくおすすめです。物としてめちゃくちゃ珍しいと思います。お値段の方がこちら35,800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットですね。こちらチャンピオンのこちらのタグです。サイズ表記はラージ表記になっております。で前 V のつくタイプで、こちら青ボディなんですけども、こちら目のパターンはかなり少ないと思います。珍しいですね。状態としてもかなりいい状態です。そんななんか薄い焼けとかところどころあったりはしますが、目立った感じは本当見られないです。サイズも L 表記というところで、僕もこちらはゆとりを持って着れるような大きめのサイズ感です。こちらお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらのレギュラーのスウェットなんですけれども、こちらタルテックスのボディです。サイズ表記が 3X になっております。でもタグの感じからしても、こちら水が通っていないデッドストックの状態ですね。このシールがついてるっていうのも含め、あとは袖の方ですね、こちらのタグがついてるっていうのもそうです。で黒の単色のボディになっております。かなり使い勝手はいいんじゃないでしょうか。 3X というところもあって、僕も相当ゆとりを持って着れるサイズ感ですね。こちらお値段なんですけれども、こちら7,800円に消費税になります。続いてヴィンテージセット1点紹介します。タグの方がこちらスプルースのタグになっております。サイズ表記がスモールの表記ですね。60年代頃のいいヴィンテージセットです。で中がサーマルになっていて、いわゆるダブルフェイスですね。でフードの紐とかも残ってはいるんですが、プラスすいません、ジッパーがこちらのものになっております。でダートバスグリーンの色味ですね。ところどころ、ほつれだったりダメージはちらほらあったりするんですが、この辺ですね、この胸元のあたりとかに少しすれがあったりとか、ちょっとペンキ飛びのようなもの、あと袖のところもそうですね、こういった感じであったりはします。入り口の方も少し擦れてるって感じです。こちら S 表記というところで、この辺はもう本当女性におすすめしたいサイズ感ですね。僕だとちょっと着用難しいんですが、この辺は持っててかなり使えるアイテムかなと思います。お値段の方が9,800円に消費税になります。続いてリバースリーブの紹介です。こちら目なしになりますね。タグの方がこちら90年代刺繍タグの XL の表記になっております。で黄緑の色味なんですけど、めちゃめちゃ珍しい色ですね。かなり発色も良くて本当いいアイテムですね。 XL の表記なので、僕もかなりゆとりを持って着れる大きめのいいサイズ感です。こちらお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてもレアカラーですね。こちらも、90年代刺繍タグのこちらミディアム表記になっております。で状態として首元のリブが気持ちところどころ擦れてるところはあるんですが、トータルで見て全然状態はいい方かなと思います。でレモンイエローのような淡いイエローですね。でこちらも目なしなんですけれども、状態としてこちらも全然許容範囲内かなと思います。でこちらミディアム表記ですが、アメリカの方でその選択してちょっと伸ばしてるっていうところもあって、僕でもギリギリ着れるようなサイズ感になっております。こちらの方もお値段が25,800円に消費税になります。続いてパーカーを1着紹介します。タグの方はこちら80年代のトリコタグ、サイズ表記は XL の表記です。ケアタグもつくタイプですね。でブルーの色味になっております。でこちら目付きのタイプですね。でフードの入り口も全然大丈夫ですし、ポケットの付け根ですね、こちらの方も特に程度は良さそうです。で裏面に関しても特に無地のタイプで、その目立ったような汚れやダメージっていうのは見られないです。でサイズも XL というところではあるので、こちらも僕はゆとりを持って着れる大きめのサイズ感です。でこれに関しても生地感が本当トリコのなんかいわゆるっていう感じの生地感になっていて、すごくいいかなと思います。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。
続いてこちらはクルーネックのプリントものですね。タグの方はこちら90年代刺繍タグの XL 表記です。でこちらも首元ですね、ところどころ擦れてるところがあります。グレーボディに、こちらプリントは染み込みで3段入っております。ちょっと薄くですね、このプリントの間にシミが残ってはいるんですが、そこまで目立つ感じではないです。で特に大きなダメージでは見られないんですが、こういった細かいところとか少しもつれてたりするところは多少見受けられますね。あと袖のこの辺だったりもそうですし、あとはこの入り口の方も気持ち擦れてたりはします。あとは染み込みかなり雰囲気いいと思います。 XL で、僕もゆとりを持って着れる大きいサイズ感です。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらもクルーネックのプリントなんですが、90年代刺繍タグの L 表記です。でケアタグもついております。白ボディですねにこちらもプリントは染み込みになっております。いいですね。3段でこちらも状態としては特に大きなダメージなどは見られないです。ところどころ薄いシミがあったりはするんですが、こう映像で見ていてもそこまで伝わらないと思います。本当それぐらいの感じですサイズ表記は L 表記なので、僕もちょうどよく着れるサイズ感になっております。お値段の方がこちら19,800円に消費税になります続いてこちらなんですが、90年代刺繍タグの XL 表記です。でこちらもちょっと首元少しほつれてはおります。グレーボディにラバープリント3段で入っております。で状態としてその首元のほつれというところはあるんですが、それ以外特に気になるようなひどいダメージというのは見られないですね。でサイズ表記も XL というところですね。僕もゆとりを持って着れる大きめのサイズ感です。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてこちらから古いリバースですね。単色タグ70年代の赤単色ですね。 L 表記になっております。また状態としてですね、もうパッと見でもお気づきだと思うんですが、この首元リブが結構もう一周っていう感じでパックリ割れてたりはします。プラスこの肩のところですね、ちょっとリペアが入っていてっていう状態です。ただプリントが黒ラバーですね。めちゃくちゃかっこいいと思います。そして袖の方もですね、こちらは結構擦れてる感じがあって、もう雰囲気仕上がってる状態です。この辺にもリペアがあったりはします。もうこの腰リブのところもそうですね。本当トータルで見て雰囲気だと思っていただければと思います。でサイズ表記はラージっていうところなので、こちらも僕はちょうどよく着用ができるサイズ感です。お値段の方がこちら29,800円に消費税になります。続いてこちらも単色タグですね。こちらも赤単色です。サイズ表記はミディアムの表記です。グレーボディにプリントが4段でラバープリントですね入っております。このプリントめちゃめちゃかっこいいですよね。すごくバランスいいと思います。で程度としても特に大きなダメージでは見られないんですが、ところどころ細かい擦れは多少見られますね。ただこういった感じでリブも全然伸びてなくてすごくいい状態だなと思っております。サイズ表記はミディアムというところですね。僕は、このそうです乾燥機にかけてない縮みがあんまり出ていないというところで、ギリギリ着用できるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方が49,800円に消費税になります。続いてパタゴニアのフリースを1点紹介します。こちらが、パーシャルイクリプスっていうモデル名ですね。タグの方がこちらの方になっていて、サイズ表記 L 表記になっております。でフリースの状態もすごくまだ全然使っていただける状態ですね。胸の方にこちらピスが入っております。でオレンジというのもかなり発色が良くてすごいいい色合いですね。でサイズ表記も L 表記というところで、僕も着用ができて全然余裕を持って着れるようないいサイズ感です。ものとして珍しいと思いますね。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてミリタリーからこちら L2B のものですね。タグの方がこちらになるんですが、こちらです。サイズ表記はラージ表記になっております。80年代頃のものですね。ジッパーがこちらのジッパーになっています。でネイビーの色味になっていてかなり着やすいと思います。状態としてもそのリブの方は少し毛羽立ってるっていうところはあったりしますが、特に目立ったダメージは見られないですね。でサイズ表記も L 表記というところで、そうですね
そこまで縮みも激しく出ていなくて、僕も着用は全然できるようなサイズ感です。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらエクワークスのレベル7ですね。タグの方がこちらです。サイズ表記はミディアムレギュラーの表記になっております。でこちらに関してはデッドストックの状態ではないんですが、めちゃめちゃ綺麗な状態ですね。僕も同じサイズのものを着てはいるんですが、ミディアムレギュラーめちゃめちゃ使いやすいサイズです。すごくおすすめです。お値段の方が19,800円に消費税になります。続いてこちらユーティリティジャケットになります。タグの方がこちらになりますね。サイズ表記の方はこちら34ロングになっております。で69年改定のものになっておりますね。でジッパーはこちらのものがついております。で状態としてなんですけれども、まずボタンがこちら一番下ですね。ちょっと欠損しております。ただジッパー自体は生きておりますね。であとはこちらの方にも少しダメージが気持ちあったり、あとは袖口の方ですね、この周りとかもちょっと擦れてる場所があってっていう状態です。またワッペンなどが肩にも入ってますし、胸元にも入っていて、かなり雰囲気いいかなと思います。そして背中ですね、ステンシルが薄く入っていてかなり雰囲気いいと思います。またサイズが34ロングっていうところですね。ロング丈自体珍しいではあるんですが、ちょっと34だと僕は着用ちょっと難しいサイズにはなります。ただこの辺、この雰囲気を全然なんか着れる方すごくおすすめだと思います。お値段の方がこちら29,800円に消費税になります。続いて M51 のフィッシュテールパーカーですね。ちょっとタグとかそのサイズの印字がちょっと探してみたんですけども、綺麗に見えない状態になっていて、ただ実寸の感じで言うと、ミディアム表記はあるのかなっていうところですね。でシェルのみになっております。ただシェルの状態もすごくいいです。それに対してこのサイズ表記の印字が消えてるのはちょっと不思議なぐらいですね。針とか残っているんですが、こういった感じで少し薄汚れがちらほらあったりはします。でサイズ表記ミディアム表記かなとお伝えしたんですが、作りが大きいのでもう僕でも全然余裕を持って大きめのサイズ感になります。こちらでお値段の方なんですけれど、25,800円に消費税になります。続いてパンツですね。こちら WRL のパンツになります。タグの方がこちらについております。サイズは3230の表記です。そして裏面ですね、こちらパッチがしっかりついております。でバックポケットにもこういったステッチが入っていてっていうところですね。でもう完成した色味になってるんですが、私は特に全く問題ないです。でレングスに関しても特に問題はないんですが、こちら耳がついておりますね。で裏面ですね、裏面の方の時にこちらの方に多分前の持ち主がここで折って入っていたっていうところですね。ちょっとダメージが来てはいます。ただ実寸のサイズ、3230の表記ではあったんですが、ちょっと股上浅かったりっていうのもあって、こちら、ウエスト実寸35インチあります。でレングスが31インチありますね。このバランスはこのバランスでなんかすごく需要があるところかなと思います。こちらお値段が9,800円に消費税になります。続いてリーバイスのスタッフレですね。タグの方がこちらの内側の方にこちらついております。でこちらフレアのものになっておりますね。裾の方がちょっと上げられている状態にはなります。ただこうやってやると分かるんですけども、フレアの状態もしっかり残っているというところです。でジッパーの方がですね、こちらの42タロンがついております。で裏面ですね、こちら黒タブがビッグイのものがしっかりついております。でところどころ薄い汚れとかあったりはするんですが、この付近とかですね、あとこの裾付近に関してもちょっと汚れが残ってはおります。で実寸のサイズの方ですね、ウエストの方が32インチ、レングスの方が30インチになります。このサイズはかなり需要も多いところかなと思います。フレアのものとかに関してはだいたい実寸32ぐらいまでがかなり売れ筋かなと思います。お値段の方がこちら9,800円に消費税になります。
続いてスウェットパンツを1点紹介します。こちらタグの方がこちらですね。80年代のチャンピオンタグ、サイズ表記は L の表記になっております。36か38、多分インチのことなんですかね。で霜降りグレーのボディで、こちらスクリプトのプリントも入っております。で紐付きっていうところがいいですね。でこちら特に目立ったダメージなどは見られないですね。で36から38っていう表記でお伝えはしたんですが、ウエストのゴムもまだ生きてますし、こちら紐もついているというところですね。全然多くの方が着用いただけるサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらミリタリーカラーなんですけど M43 になります。ヘリンボーンのボディですね。タグはこちらになるんですけど、サイズ表記、ウエスト30のレングスが33っていう表記になっております。でこちら13スターのボタンがついていて、ボタンフライの方にも13スターのボタンが使われております。で状態としてなんですけれど、こちらもちょっと完全に雰囲気系だと思っていただければと思います。股下は全然問題ないんですが、この太ももから膝にかけてですね、ちょっとオイル染みだったりとか多少汚れが両足ですねある感じになっております。で裾の方に関してはこちらはオリジナルかなと思います。当たりもしっかり出ておりますね。で裏面に関してこういった感じになっております。バックポケットがなくてサイドのポケットのみですね。少しこの辺にも、汚れとかはあったり残ってたりするんですが、これもこれで雰囲気かなと思います。で実寸のサイズですね。ウエストが29インチのレングスが32インチ、ウエストレングスともに1インチずつ縮んでいるというところですね。この辺は、なんか2ロールぐらいしてちょっと溜めて履いてもかなりかっこいいのかなと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらになるんですが、ブラックデニム、めちゃめちゃいいブラックですね。先染めです。裏からがいいですね。こちら品番が550の、デッドストックになります。こちらもついておりますね。でウエストが31インチ、レングスが32インチの表記です。でオレンジタブもしっかり残っていて、このテープのサイズ表記のテープもちゃんと残っている状態です。で先染めのブラックで、こちらしっかりアメリカ製のものになっております。いやーもういいですね、デッドストックはやっぱり。で実質のサイズももうパッチ通りですね。もうこの辺はもう今っぽいシルエットで履いていただければなと思います。お値段の方が19800円に消費税になります。続いてこちらが501になりますね。パッチの方がこちら66前期になるんですが、ウエストとレングスのところだけ残ってないという状態です。で赤タブスモール E が残っていて、もちろんシングルステッチですね。でトップボタン裏はこの向きですね。6番の刻印になっております。で状態として見ていきたいんですけれども、ポケットの入り口がまずこちらちょっと擦れてるところですね。で股下に関しては特に擦れ等はあるんですが、全然まだいける状態です。で膝部分ですね、ちょっとダメージがきていて、あとこの上とかも少し細かいですがあったりします。でレングスに関してはオリジナルのレングスですね。当然耳もついております。その入り口あたりが擦れてるっていう状態ではあります。で実寸のサイズの方ですね、ウエストが30インチのレングスが32インチになっております。僕だとレングスはちょっと長いんですが、僕よりも身長高い方全然いらっしゃると思います。このいい雰囲気、この指のあたりもしっかり出てる感じ、すごくいいと思います。お値段の方がこちら29800円に消費税になります。続いてこちら品番カット505になります。ジッパータイプですね。ジッパーの方がこちら42タロンが使われております。パッチの方ですね、こちらになるんですが、ロットの505があって、ウエスト34インチのレングスが29インチの表記ではあります。で赤タブがこちらスモール E です。で66前期と同じ年代ですね。こちらシングルステッチになっていて、トップボタン裏がこの向きでですね8番になっております。でこれだけ色が残っているっていうところもあるので、ダメージはほぼ見られないんですが、股下も大丈夫です。ただレングスに関してこちら丈上げがされている状態です。で耳はこちらついていない状態ですね。でニック表記のまんまで良かったのになとは思うんですが、実寸、ウエスト34インチのレングス25インチになっております。
逆にこのサイズですね、自分で炊き上げてなかなかやることもないとは思うので、もうすでにこうされている状態でもいいかなと思いますね。お値段の方がこちら25,800円に消費税になります。続いてスニーカーの紹介をします。ちょっと2足ありますね。まずこちらからいきたいと思います。オールスターのローカットでデッドストックの状態です。で黒のキャンバスめちゃめちゃいいですね。でインソールがこちらの90年代の方になっております。でサイズなんですけれども、こちら8ハーフの表記になっております。でもうこれもついてもうデッドの状態なので、もうヒールパッチもバッチリです。サイズ合う方はぜひおすすめです。お値段が29,800円に消費税になります。続いてこちらの方になるんですが、こちらもオールスターのこちらハイカットですね、エンジのものになります。インソールの方がこちらになっております。90年代、こちらも90年代ですね。でトゥーの方が少し劣化してはいるんですが、ヒールパッチの方ですね、こちらメイドイン USA の表記もしっかり残っております。いい状態です。でサイズの方がこちら少し見づらいかもしれないですけど、こちら11ハーフの表記になっております。こちらの方でお値段が15,800円に消費税になります。続いて工事バッグを1点紹介します。こちら、中の方にですね、こちらの方に工事の印字も入っております。でこういった作りになっております。こっちもあってこちらも使える状態ですね。で外見の方も特にダメージとかは見られないです。で僕が持ったとしてこれぐらいのサイズ感になります。小ぶりで可愛いですね。お値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらもバッグといえばバッグなんですけど、キャンバスのカレッジのバッグですね。もうプリントがこういった感じでラバーで入っていて3段ですね。キングスリバーカレッジ、なんかいいですね。しかもラバーも黒です。で持ち手がこっちにあってというところですね。でまた入り口はこちらの方になっております。で中の状態とかも全然まだまだ使っていただけるような状態ですね。外見の方でこの裏面ですね、こちらの方に気持ちダメージがあります。またこのキャンバスなのでこれはこれでいい雰囲気になっているのかなとは思います。ちらほら汚れもあってっていうところではありますね。こちらの方でお値段の方が7,800円に消費税になります。続いて G ジャンですね。こちら70505のビッグになります。パッチの方がこちらになっているんですが、サイズ表記ちょっと読めない状態ですね。ただ実寸そうですね、38から縮んでるぐらいのサイズ感だと思います。で赤タブもビッグイのものしっかり残っております。また程度としてこちら襟元ですね、こういった状態になっていてリペアが施されているっていうところです。また色味としてはすごく濃淡がはっきりしていてかなりかっこいい色味だと思います。裏面に関してはこういった感じですね。かなりいいですね。でサイズ感、38から縮んでるぐらいだとお伝えしたんですが、僕だとちょっと着用自体は難しいサイズ感ではあります。ただこの色味めちゃめちゃかっこいいと思いますね。お値段の方がこちら39,800円に消費税になります。続いてこちらも70505のビッグイですね。パッチのこちらになっていてケアタグもしっかり残っているんですが、こちらもサイズ表記は読めない状態です。これに関してはそうですね、40表記かなと思います。で赤タブこちらもしっかり残っております。でこれに関しては襟元も特にダメージなどなくっていういい状態です。でそうですね、裏面に関してはこういった感じになっています。で40表記、縮んで38に近いぐらいだとは思うんですけれども、これだと僕がギリギリ着用できるっていうぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方ですね、59,800円に消費税になります。続いてこちらも705のビッグイなんですが、こちらブランケット付きのものになっております。でパッチがこちらですね。こちらもすいません、サイズは読み取れない状態になっております。だからこれに関しては38、30表記36ですかね。気持ち小さめのサイズになっています。ただ赤タブのビッグイもしっかり残っていて、で襟元ですね、ちょっとスレ等あったりはしますが、やっぱさすがブランケット付きですね。めちゃめちゃいい色味に仕上がっていると思います。
でこういった感じで多少のスレとかはあったりするんですが、あと袖の入り口ですね、こういったところも多少スレてはおります。ただ雰囲気めちゃくちゃかっこいいと思います。サイズが36ぐらいだとお伝えしたので、こちらも僕はちょっと着用は難しいんですが、着れる方すごくおすすめです。こちらお値段の方が、39,800円に消費税になります。続いてスペシャルですね。スペシャルカバーオールになりますね。タグの方ですね、こちら残っております。サイズ表記がこちら36の表記ですね。でブランドがこちらアラモブランドっていうところです。でこのボタンが分かりやすいですかね。デカボタンに刻印もしっかり入っております。でこちら打ち込みのボタンになっております。でダック時とコーデュロイの切り返しですね。年代でいうと30年代頃のものだと思います。めちゃめちゃ古いデッドストックですね。ちょっと保管時の状態でっていうところで多少の汚れだったりとかスレとあったりはするんですが、こういった感じもそうですね、あったりはするんですが、もう物としてめちゃめちゃスペシャルだと思います。でサイズも36っていうところではあるので、僕だとちょっと着用自体少し厳しいサイズにはなりますが、これ着れる男性全然いらっしゃると思います。めちゃめちゃおすすめです。こちらお値段の方ですね、298,000円に消費税になります。続いて週末のウェブスペシャルの商品を紹介します。ちょっとまとめて紹介させてもらうんですけども、こちらリーシュアーズのシャツのデッドストックのものですね。でデッドストックのもので3点あります。この色味とこちら、あとはこちらですになっていて、サイズ表記が全部一緒なんですよ。XL 表記17から17ハーフのところですね。ちょっと今現状はこういった折りたたんだ状態ではあるんですが、ウェブの方でちゃんと広げた写真も掲載いたします。こちら3点ともですね、お値段が9,800円の 20% オフになります。続いてもデッドストックのものですね。こちら、ベイカーのポプリンのものになります。ポプリン、いわゆるポプリンベイカーと言われるものですね。でサイズ表記の方がちょっと内側にはなくて、こちらですね、3032の表記になっております。でもうデッドストックなので状態としても言うことないかなと思います。僕だと気持ち、細くて長いっていうところではあるんですが、この状態から履けるっていうのはすごく貴重なことだと思います。お値段が25,800円の 20% オフになります。続いてパタゴニアからこちらレトロ X ですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記の方はこちらミディアムの表記になっております。でフリースの状態としても、気持ち肘あたりとか少しフリースが寝てたりするところもありますが、まだまだ長く着ていただける状態かなと思います。ミディアムですと僕は T シャツ1枚とかでちょっとピタッとなるようなサイズ感になります。こちらの方でお値段が29,800円の 20% オフです。ブルージュの方で買い取り宅販売の方を行っております。何かご迷惑点あればお電話で対応いたしますので、そちらの方もよろしくお願いします。